現代、日本語は日常的に使われ、話者は1億人以上。だが、言語は変わったり進んだり生きているものである。今の日本語は10年前のものとも違うわけだ。なのに、数年前の日本語は問題なくわかるだろうね。では、どのぐらい過去に戻っていくと日本語がわからなくなるだろう。じゃあ、奈良時代まで戻ろう。Ya, kepu angga yamate ketumban ketukataru. Ima angga kataring ketu shireri. 驚いた。本当は、上代日本語の響きは全く変わってるから、日本語じゃない気がする。ただし、発音を現代化したら、多分意味がわかりやすくなる。やあ、今日我が大和言葉のこと語る。今我が語りごと知りあり。意味は通じるが、現代の日本語に比べて不自然な言い方だ。文法や語彙も変わったことが透けて見える。それで、今日は上代日本語のことをちょっと話したいと思う。では、どうやって歴史家や言語学者は上代日本語について紐解いてきたかについて話そう。実際は、日本社会では上代日本語が比較的によく知られている。アメリカやイギリスで古代英語は歴史家や言語学者しか触れないもので、ベイオウフとかの古代文献を本屋で探すと、現代英語に訳したものしか見つからない。一方、普通の日本の本屋でも、本物の万葉集を難なく見つけられる。上代日本語についての知識は、ほとんど古くから残存している文献の分析によって得られた。万葉集が一つで、古事記や日本書紀という書物がいくつか残っている。それに、その前の日本語は書かれた記録がないし、日本語に確実なつながりのある言語もないので、今は失われたと言われている。それで、古事記の句を一例を見てみよう。現代の日本語を読むことができても読めないかもしれない。この文では漢字の中国からの発音を日本語の発音に当て、日本語の発音を表す。この書き方は万葉仮名と呼ぶ。この文の発音はやくもたとで、意味は八つの雲が立つ。発音を無視したら案外現代日本語と同じようだけど目立つのは数詞のないこと。数詞、八つ、八個などが中国から取り入れた文法であり、この時代の日本語の特徴の一つは、中国語の影響がまだ少ないことである。一方、発音について、いわゆる万葉仮名の使い方から、いくつかの面白い発見があった。例えば、現在の日本語では、母音が5つしかないにもかかわらず、万葉仮名の使い方が8つ9つあったことを指し示す。この表では、昔の母音の区別は、こうとおつで書いてある。当時もある子音とともに母音の区別はもう消えたよね。記録は書いたものに限られるから母音の正確な形は不明。だが、現在の5つの母音に進化したのは確実で、言語学者が理論を作ることができた。それと、多分皆も気づいたと思うが、ちとつなどはまだ t、to だった。じゃあ、それから上代日本語を少し再建しようと思うので、字幕を見ながら聞き取ってみてください。Ang ganapa o mesinari, ang iba-iba, Beijangang tikaku aru sato ni ari. Tuma tutumu ni futari shi, kuomei tukuru. Kuku amai shumbabu nanzu damai, andi mo kapu. Mukashi, uma mo arendu. Nipin buka ni yamite shuniki. Kanashikerendu. Aba moon ga otoropite. Ima sarasara uma yashina penzu. Kota tipa.
ふるさとを去りて、くくゆゆき、命をあさるためにゆきき。朝な朝な、このサキパピを祈りたる。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。